もお久しぶりです。ゲストハウスオババ21時の和樹です。あやかです。はい、お久しぶりです。日本語バージョン、お久しぶり、僕が登場久しぶりなんですけど、はい、今回はですね、2つちょっと大きなお知らせをしたいなと思っておりますので、はい、ではまず1つ目を、あやかさんお願いします。はい、1つ目ですけども、1つ目は私は8月にやっと留学に行けることになりました。よかった。はい。そしてまあ、8月下旬頃に出て、渡航する予定なんで、はい、最終出勤日が8月15日までここに、います。はい。あやかちゃん、去年のですね、違うか、去年じゃないか、一昨年か、2019年の7月の5日から、入社をしてもらって、丸2年と1ヶ月ぐらい、はい、本当にお世話になりました。ありがとうございました。はい。これがまあ1個目のね、まあもともと留学とか、ね、留学動画も上げてくれてたり、もともと言ってはいたけど、まあ、コロナでビザの問題とかね、フライトの問題で伸び伸びになって、でやっとワクチンも打てるということでね、で渡航前に打てるとちょっと隔離期間が少なくて済むんだよね。まあそれもあるということで、はい、8月に決まりまして、まあ、やっとですね。やっとですね。はい。はい、ぜひカナダの留学頑張ってください。はい、1年伸びましたけど、楽しんでください。はい。はい、では2つ目のお知らせになります。これは僕からなんですけども、はい、なんとですね、ゲストハウスオババ21時は、8月21日の営業をもって一旦、休止とさせていただきます。はい。背景としてはですね、まあ、僕の元々の会社、株式会社ニューという会社があるんですけど、その会社は続いていて、主に経営のコンサルティングとか、採用人事のコンサルティングとか、まあ、マーケティングの支援とかいろいろやらせてもらってる仕事に関しては、継続をさせていただくんですが、このゲストハウスという事業に関しては一旦休止をさせていただきます。で、その上で、実は僕、9月からですね、東京に移住をいたしまして、まあ、SaaS と言われるですね、インターネットを使った、サービスとか、まあ、テクノロジー、イノベーションを取り扱う、スタートアップ業界っていうところに、その会社に一つ入社をさせていただくことが決まりまして、平日はそのお仕事で、週末は、オンラインなどを中心に、今の僕の仕事を、まあ、2つやらせていただくっていうことで2つの仕事をするようなイメージになっていきます。まあ、そこに至った経緯とか背景、また詳しいことはどこかでお話できたり、まあ、ノートとか書けたらなと思ってるんですけども、僕今年の1月に結婚いたしましてですね、結婚しまして、実はでも奥様がですね、今東京に住んでまして、このコロナのこの宣言とか緊急事態宣言とかがない期間とかは往復とかしてたんですけど、もう3ヶ月以上会わないとかってそういうのも続いてる中で、まあということだったり、まあ世の中を良くするための今のスキルでこのままずっと地元に居続けることよりももう一度スキルアップをした方がいいんじゃないかと思うような背景であったりとかですね、なんかそんなことがあってそういうふうに決めさせていただきました。はい。2018年の12月27日にですね、民泊として、開業させていただいてから約半年で、さらに追加工事をして、ゲストハウスの簡易宿所という形になり、女子棟もオープンし、約2年半、まずお越しいただいたお客様、そしてこのチャンネルを見ていただいているお客様、本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい。そういうお知らせの動画になります。はい。はい。まあ、お知らせは以上なんで、まあ、せっかくなので、多分これが2人で撮ってあげる最後の動画になって、まあ、チャンネルはしばらく維持させていただくんですけど、なんかせっかくなんで、なんか思い出話というか、なんか良かったことみたいなことを、なんか一人ずつ言いますか。そうですね。はい。じゃあ、あかちゃんからお願いします。はい。ゲストハウスで働いてて、良かったことは、
やっぱり普段会わないような、人たちと会えるっていうのがすごいいいなと思いました。はい、なかなかやっぱり自分の周りやったらこう、似たような友達だったりとか、趣味が同じとか、そういう子たちで固まってしまうんですけど、でもやっぱりゲストハウスをしていてで出会う人たちはやっぱりこういろんな職業の方やったり、ほんまね、もう絶対友達同士とかでも会えないような人たちがたくさん来られてたので、もうそれはすごい面白かったし、人生のなんか視野とか、あとなんかこう見る角度とかも変わったりして、嬉しいね、すごい、はい、なんか幅が広がったなっていうのはありますね。はい、よかったですね。そうですね。本当にね、夜9時からの、時間は、もちろんゲストのための時間なんですけど、やっぱり僕たち自身がすごく楽しい時間だったですね。はい、あれ良かったですね。はい。僕のじゃあ思い出話とか、そのゲストハウスやってよかったなと思うことは、もちろんそのお客様との出会いはまず何よりそうなんですけど、あとはゲストハウスをきっかけにこう訪れてくれた、知り合えた人はたくさんいるんで、それがまずそうなんですが、一番良かったことはやっぱり自分でサービスを作らないとこう体験しない仕事をたくさんすることができたなと思ってて、例えばね、お客様に、この物とか設備を案内するために、よくテプラってあるじゃないですか。わかります？テプラってなんか文字を打ったらこの文字入りのテープが出てきて醤油とか塩胡椒とかさ、でもやっぱあれの文字ってさ全部同じ文字のフォントで、しかになんか古臭い文字でやっぱ可愛くないから、マスキングテープ、黒の紺のマスキングテープを買ってきて、そこに白のポスカで文字を書くとかね、なんかこれってやっぱりお客様にとってはやっぱり姿鏡ってめっちゃいるよねとかなんやろう、やっぱりお客様の視点でこうやっぱゲストハウスって一回作ってみた後にこんなに中身変えてくんやっていうことをすごい気づきましたね。ベッドも一度買ったお布団全部変えましたしね。そうですね。ふかふかにしたりとか、マットレスの中敷き増やしたりとかね。そうですね。だから想定してたものからやっぱちゃんと毎回ずっと見直して変えていかなきゃいけないんだなとか、こういう細部の可愛い可愛くないとかかっこいいかっこよくないみたいなものをちゃんと詰めたかなあかんのやなみたいなことも知れたし、何より一番こう自分が誇らしい仕事はやっぱり手で便器をめっちゃ磨いたことですね。やっぱり自分の一人暮らしの経験とか親と住んでた実家暮らしの経験とかでなかなか自分がトイレ掃除を分担したり、毎日他の人が使われた、トイレをきれいにすることってない経験だったんですけど、毎回こう最初はブラシみたいなんでガシガシこう洗ってたんやけど、これよりもうトイレクイックルでベターって拭いた方がはい。取り直してちょうどバタバタとお客様が来てチェックイン10分前からね、予定時刻10分前から一気に3組も来ちゃったね。もう今日はあとは楽なもんですけど、なんか何の話だったかっていうと、なんか思い出話としてこのゲストハウスやったからこそやった仕事の中で、特に最後言ってたのは便器を手で磨いてきれいにしていくっていうのをなんかやれたのがすごく良かったなというか、なんかこういろんな仕事があることが理解できたし、なんかこうやっぱり普段例えば僕は営業の仕事とかをしてましたし、サラリーマンやってましたけど、そこの社会にいるだけでは絶対感じることができなかった仕事をたくさんさせてもらってすごくいい経験になりました。あとは本当にね、一番最初に言った彩香ちゃんが言ったいろんな人と出会えたのは本当良かったなっていう感じで、はい、
そんな感じですかね。他にはなんやろ、チェックインの時に、こう顔の表情だけ見てどんな人か全然わかんないんですけど、やっぱりそうやって夜9時にみんなで集まって飲んでると、その人のなんかなんやろ、こう人柄というか、そんなのが分かってきたりしてすごく楽しんで、やっぱりこう人を見た目で判断したらあかんなっていうのもめっちゃ学びましたね。確かにね。あとあれやな、お酒をかなり飲まれてくるときはだいぶ僕らが警戒するんでめっちゃ警戒する逆に自分がゲストのときはあんまり酔っ払ってお店に入らないっていうことを自分のマナーもこうきれいにしていきたいなっていう感じで、はい、まあそんな感じですかね。そうですね。はい。じゃあ約2年半ゲストハウスママ21時にお越しいただいた方、またチャンネル見ていただいた方、本当にありがとうございました。またお会いできる機会があるかと思いますので、またその時はよろしくお願いします。はい、お願いします。では本当にありがとうございました。ありがとうございました。